皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は今大陸版で開催されているオンラインイベントですね。2人でマッチングしてやるイベントなんですけども、そちらロドスプロトコルっていうイベントの説明をねしたいと思います。まずはじゃあ、この一番右上から紹介していきます。こちらですね。これは今いわゆるあれですね、ポイントがもらえますよってやつですね。ポイントと各種素材がもらえます。例えば、1号ステージをクリアしろみたいな、2号ステージをクリアしろみたいな、そういうのをミッションクリアしていくと、ポイントと報酬がもらえます。結構じゃああるやん、やらなあかんのか、ちょっとマルチ苦手なんだけどなーっていう方も結構おると思うんですけども、心配しなくても大丈夫です。それはなんで心配しなくてもいいのかというと、同時に開催されているんですよ、イベントが2つ。1つはサイドストーリーのオリジニウムダスト。これがレインボーシックスシーズのコラボのイベントですね。で、次、ロドスディフェンスプロトコルってやつは、また別のイベントです。で、それがね、共通なんですよね、ポイントが。でこっちでもだいぶもう取れますので、周回とかしてたら。これね、もう僕、全部交換して今現時点で1万ぐらい余っちゃってますけど、こんな感じでも全部取れるんで、極端な話別に1回もやらなくてもいいです。オンラインちょっと苦手やしやりたくないって方も中にはいると思うんで、1回もやらなくていいんですよ。別にやりたい人だけ楽しみながらねやればいいかなと。強制的にやるような感じではないですね。はい、それでは次はじゃあこの左側の、1、2、3って書いてると思うんですけども、これが何なのかというと、簡単に言ったら1番ステージと2番ステージと3番ステージがあるよってことです。で、これをこう見てみると、1番ステージの上層と下層、2番ステージの上層と下層、3番ステージの上層と下層があって、だからステージで言うと、6ステージあるっていうような感じですね。1から3ステージがあって、それぞれ上層と下層が上下あるんで、6ステージですね。で、ここのね、編成画面があります。編成画面であらかじめ編成を組んどかないとできないです。例えば、一層に行くときに使う部隊はどうしますかっていうのを、6部隊まで編成できます。使うのは1部隊ですよ。使うのは1部隊なんですけど、1部隊毎回ねこうチェンジしたりするのめんどくさいと思うんで、6部隊まで組むことができるということですね。それでは、上層と下層の、簡単な役割について、紹介していきたいと思います。まずはじゃあ上層から説明していきます。上層には耐久値っていうのはないです。耐久値っていうのは青マスですね。敵が通ったら耐久値が減ると思うんですけども、それはなくって、その代わりに連絡通路っていうのがあります。この連絡通路に敵を通すとどうなるかというと、下層に流れてしまいます。だから下層の担当者が苦しくなっていくってことですね。通しすぎると。なんで上層でできるだけ敵を食い止めると、そういう流れですね。もし下層がめちゃくちゃ強い、編成とかで、あとはギミックとかを熟知している方なら、上層何もしなくても下層でクリアすることができます。そうしたらさ、下層ちょっと責任感あるし、ちょっと上層のがいいなと思うかもしれないんですけど、上層にも上層の役割があって、これですね、このマップギミック、これを使って、下層を支援するっていうことができます。蓄音機をね、想像してみてください。蓄音機ってこの隣接マスにオペレーターを置くと充電されて、なんか起動したりするじゃないですか。それと同じような感じで、このギミックの、隣マスかな、オペレーターを配置して SP を貯めて、その装置を使ってあげることで、その仮想を支援するみたいな、そういうことができます。仮想の役割は単純ですね。できるだけ敵をこの防衛ラインを死守する、耐久値をゼロにしないっていうのが目的ですね。それ以外は特にないですね。仮想に関しては上層だけちょっと変わった要素があるっていうような感じかな。そしたらマップの上層下層、役割、簡単説明できたんで、じゃあ実際にねちょっとやってみながら説明したいと思います。はい、実際にやる前にまずこのなんか3つあると思うんですけど、これを紹介しますね。これがまず一番上が新設、次が検索、
で、次がマッチングですね。難易度があります。まあ、このいろいろね、普通とか高圧とか書いてますけど、簡単にね、これ、イージー、ノーマル、ハードです。で、例えば、ノーマルの1番ステージの上層で、私はマッチングしたいん、ちょっとマッチング検索してみたいなって人はこれを押せば、勝手にオンラインでつながります。これはフレンドとか関係ないです。フレンドとかじゃなくてもマッチングされます。条件さえ整えば。で、次この新設と検索っていうのがありまして、これが何なのかというと、自分で部屋を建てることができます。例えば、1番、イージー、仮想みたいな感じでね、部屋を作ります。はい、部屋を作ります。そしたら、こういう感じで待機状態になります。で、この中で、検索した人が、引っかかるってことですよね。新設検索を押すと、フレンド同士なんで、僕はサバーカと、こういう風に出てきます。フレンドやったらここに出てきます。で、入れるっていうね。例えばこのコードね、このコードをコピーしてもらって、ここにコピー&ペースト入れて検索すると、もうフレンドなんで結局出てるんですけども、出てくるということですね。はい、これで今、フレンドが、私が建てた部屋に、私が今入ってきたっていうような感じですね。仮想担当、上層担当です。で、ここで舞台選べます。さっき1から6舞台組めるよって説明したと思うんですけど、こちらで1から6舞台組んでたら、どの舞台を使うかっていうのを選べます。で、待機状態になります。で、もう一人も準備完了を押すと自動で始まります。始まりました。こっちが仮想で、こっちが上層ですね。別に上層は何もしなくても、クリアはできるんですけど、ちょっと仮想、ややこしいんで、ちょっと仮想だけ敵に抜けられないようにね、ちょっとさせてもらいます。はい、今、なんか変なこの小さいね、車みたいなロボットが出てるんですけど、これが何なのかというと、これはね、置いてもブロックできないです。すり抜けます。で、倒したら、何があるのかというと、その倒した層で、連絡通路抜けて下にやってきます。はい、来ましたね。これを倒すと、SP 増加します。はい、SP5 回復しましたね、今、ソーンズが。これは、倒した層の担当者だけです。いや、下で倒したら下のオペレーターたち。上で倒したら上のオペレーターたちっていうような感じですね。このドローンは別に通しても耐久値は減りません。支援ロボットみたいな感じなんで、倒せたら SP 増加するし、倒せへんかったら何もないよみたいな、そういう感じですね。そしたら、仮想はもういいんで、上層をちょっと説明しますね。上層、これですね、この装置。この装置の横に、オペレーター置いてあげると、こんな感じで SP がね、溜まっていきます。はい、SP が溜まっていきます。そしてちょっと今ちょっと説明ちょっとしたいことがあって、倍速とかできないです。2倍速とかもできなくて、停止したいときは、1人が停止すると、もう1人が同意しますかってなるんで、これをはいにすると停止できます。SP が、溜まっていってますね。じゃあもう一つの説明を、じゃあこれをしますね。このびっくりマーク。このお知らせ機能っていうのがありまして、例えば、これをね、ポンポンポンって押すと、上にもね、上層にも、びっくりマークでお知らせすることができます。これが何なのかというと、使い方的にはやりますね。この、びっくりマークを、じゃあ、この今、ドローンちょっとやりたいんやけどって時に、教えてあげる。そしたら、この上層の人は、何かあるんやなってことで、状況を見に行って、ドローンをやりたいんかなみたいなことが大体伝わりますよね。そしたら、じゃあ、さっきSP チャージしてあげた装置を使う。そんな感じでね、スタンとかもレーザーを撃つことができます。これは、上層担当の人しかできなくて、上で使うこともできますし、下で使うこともできます。ただ、これを使えるのは上層にいる人だけです。だから、上で使うよりは、下で状況を見ながら、レーザー撃ってあげた方がいいですね。やばいやばいやばいみたいな。ドローン行っちゃうみたいな時に教えてあげてね。教えんでもいいんですけどね、別に。教えてあげると、何やろうって見に行ったら、ドローンか。でね、これ使ってあげると。
まあ結局足りないんで通っちゃいますけど、こういう感じで上層は仮想を支援することができます。ちなみに全部レーザーじゃないです。これ1番ステージはレーザーのギミックが使える。で、2番ステージはもうクリアしましたけど、2番ステージは支援ドローンを送り込めるやつですね。で、3番ステージは毒斬りのバルブを閉めることができます。ただ上層と下層ですることは一緒です。もうこれさえ理解しとけば大丈夫ですね。システムに関しては。はい、それでは、ロドスディフェンスプロトコルの紹介を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。